おはよう、エラニャンです。みんなお元気ですか？過去の数ヶ月間は主に旅動画をアップロードしてきました。今日は別の種類のビデオをやってみたいと思います。どんなビデオが見たいかコメントで教えてくださいね。今日はオランダと日本のデートについての違いについてお話ししたいと思います。まずオランダと日本は男女の関係は多くの違いがあると思いますが、興味があれば別のビデオでもっと話すので、よかったらコメントでオランダと日本のどんな違いが知りたいかコメントで教えてくださいね。またこのビデオは一般的なことを話しますよ。もちろん好みは人によって異なるので、この動画の内容は全ての人に当てはまるわけではありません。オランダにも日本にもいろいろな人がいるのです。それで最初のポイントは告白です。私はあなたが好きです。付き合ってください。私が見たところ、日本では特に高校生のにとって告白はとても大きなことです。私のイメージは男の人が小さな贈り物を用意して告白する時間を計画していることがあるみたいです。日本では女の人も男の人に告白しますか？ですがオランダでは告白は大きなことではありません。実は自分は目の前で男の人が女の人に告白するのは確かめたことがないです。逆もまた同じです。告白するなら通常非公開です。ほとんどのオランダ人は女の子に告白するとき、事前に計画を立てないで自分に合っていると感じるとき言います。多くの場合、関係は友人であること、付き合っていること、カップルにあることの間の明確な境界線がありません。それでも、えっと、それでも自然に前進します。しかし、告白がないため、実際本当に付き合っているかどうかわからない場合があります。私のオランダ人の友達に、本当に付き合っているかどうかわからなくて困っているのをよく聞いています。またオランダで女の人と男の人、が友達として一緒に遊んだりとかも普通なことなので、この問題がさらにあると思います。2つ目のポイントはドレスコードです。普段のデートのドレスの着こなしもオランダと日本と違いがあると思います。日本では女の子が通常、オランダより初めてのデートでもっとガーリーな服を着ていると思います。例えば彼女が髪の毛や化粧をしたり、ヒールのある靴を履いたり、ワンピースを着たりすると日本人男性が喜んでるじゃないですか。彼女が彼のため自分を美しく見せるために時間をかけたので、好きであるサイン、好きであるというサインかもしれないですか。日本の女の人は
デートの前のメイクやファッションにとても時間をかけて女の子っぽくなるイメージです。しかしオランダでは女の子が非常にガーリな女のっぽい服を着ている場合は男性が彼女が自分じゃない格好、自然じゃない格好をしていると思うかもしれません。ほとんどのオランダ男子は女の子がおしゃれな服を着ても全然いいんだけど、かわいすぎず化粧多すぎなかったら喜ぶと思います。とにかくオランダではワンピースや長いスカートとかは日本よりあまり人気がないと思います。オランダの女の子がブレザー、ジーンズ、短いスカートのようなもっとかっこいいクールな服を着るのが好きだけど日本の女の子は長いスカートや可愛いブラウスやセーターを着るのが好きイメージです。3つ目のポイントはレイディーズファーストです。日本人男性はヨーロッパでレイディーズファーストは非常に自由だと思っている気がするけど、実際にはそうはありませんオランダの女性はとても独立をしているのです。レディースファーストは男性が女性を守らなければいけないという示唆をしているので、オランダの女性は誰にも保護される必要がないと思います。例えばオランダの女の子はドアを開けてあげるような小さな優しさが好きだけど、オランダの男の人はあんまりバグを持とうかとかは言いません。多分それは男の人が彼女が弱いと思っている意味で嫌な思いをさせるでしょう。ですから日本人はオランダ人よりジェントルマンだと思いますよ私ならジェントルマンがすごくいいですけど4つ目のポイントはお支払いです。日本人の友達にこれについて聞いてたら、デートで男が普通お支払いということです。オランダでデートでバリカンをするのが一般的だと思います。会話は次のようになります。女の子はバリカンにする？男が俺が出すよ。バリカンにさせてもいいという場合はそれは普通のオランダの方法です。男がおごりたいって言っても彼女がバリカンを主張する場合は彼女はおそらく非常に独立した女性、あるいは彼女が彼に再び会いたくないから払わせることを罪悪感を感じたくないでしょう。日本は同じですか？コメントで教えてください最後のポイントは物理的なタッチですオランダではハグしたりキスしたりするのがちょっと日本より普通です例えばお
男と女の友達がハグするのが普通のことですよ。デートなら挨拶でハグか、ほぼ3回のキスするのが普通だと思うけど、この3回のキスの挨拶が少し人気がなくなってきてる気がするけど。Nice to see you。 私は実は日本に住むようになってから外国の友達にハグされてびっくりしたことがあります。でも友達とハグしたりできたらいいんじゃないですか。家族や友達とハグしないのなら、次に好きな人をハグするのがとても大きな瞬間じゃないですか。日本の交際習慣を正しく理解できたらいいなと願っています。私の考えが間違えていたらお気軽に直してください。オランダのデートの習慣をもっと知りたい方はコメントで教えてください。見てくれてありがとうございます。バイバーイ。